タミヤの先細薄刃ニッパー、みんな使ってるけど結局どうなの？プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回の動画は、私のメインニッパー、タミヤの先細薄刃ニッパーの魅力について詳しく解説していきます。プラモデル系の YouTuber の皆さんの動画を見ると、大抵ランナーからの切り離しでは、このタミヤの先細薄刃ニッパー使ってますよね。確かに結論から言ってしまえば、このニッパーめちゃめちゃ使いやすいんですよ。ただし唯一にして最大の欠点がありまして、それは価格が高いことです。お店や販売サイトにもよるんですが、だいたい3000円くらいしちゃうんですよ。これからプラモデルを始めるぞっていう場合に、ニッパー必須アイテムなんですけど、最初のニッパーで3000円ってちょっと躊躇しちゃいますよね。入門編のプラモデル用のニッパーで安いものだと800円ぐらい。なんならダイソーでも110円でニッパーが売ってるぐらいです。なので今回はこちらの安めのニッパーと比較しつつ、タミヤの先細薄刃ニッパー、こちらのどんなところが優れているのかについて解説していきます。動画の全体の流れとしては、タミヤの先細薄刃ニッパーの特徴、他のニッパーとの比較、耐久性とメンテナンスについて、まとめ、このような感じでいきます。正直これを買って失敗だなと思ったことはないので、この動画を見終わる前に買っちゃっても問題ありません。一応下に Amazon の購入リンク貼っておきます。それでは行きましょう。まずタミヤの先細薄刃ニッパーの特徴について説明していきます。の前にニッパーの使い道といえば、プラモデル以外にも銅線とか真鍮線切ったりとかで使いますけど、こちらのタミヤの先細薄刃ニッパーはプラモデル専用です。そして主な使い道としてはもちろん、ランナーからパーツを切り離す時のゲートを切る時に使います。ちなみにですけど、両刃ニッパーです。両刃っていうのは、こっちとこっち両方にも刃がついてるニッパーのことです。そして特徴なんですけど、先細というぐらいなので、先端に行くほどかなり刃が細くなっていきます。こちら100円ショップで売ってる110円のニッパーなんですけど、先端がかなり太いですし、ちょっと湾曲してる感じですね。まずここが特徴です。これの何がいいかっていうと、プラモデルをやっているとですね、ランナーからパーツを切り出すときに、ニッパーがちょっと入りづらい箇所があるんですよ。こちらのデカニッパーですとね。それがこの先細薄刃ニッパーは、先端が細くなっているがゆえに、狭い箇所にも刃が入って、パーツを切り出しやすいです。そしてもう一つ、製品名にもなっている薄刃というのも特徴です。刃が薄くなっているとプラモデルにかかる負荷を少なくすることができるんですよ。それの何がいいかっていうと、パーツの薄化を抑えることができます。プラスチックって力がかかったところがこのように白くなってしまうんですよ。刃が薄いと切れ味がいいということなので、プラスチックに対してスンと刃が入って少ない力で切ることができます。分厚い刃だとその逆で、ニッパーでの刃で切っているように見えて、最終的にはランナーをぶっちぎってる感じになるんですよ。こんな感じの断面です。なので切断面に力が加わってパーツが白くなりやすいです。最後プラスチックをもぎ取った感じになってますね。主な特徴としては以上の2つで、気になるお値段、冒頭にも少し話しましたが、定価は3960円です。なかなかにお値段張りますね。通販とかで割引が効いた状態でも3000円くらいはします。果たしてこの辺の安いニッパーと比べてどう違うのか、次の章で実演を交えながらもう少し詳しく確認していきましょう。それではここからは実際にプラモデルのゲートを切ってそれぞれのニッパーの使い心地を確認していきましょう。まずはこちらのダイソーの110円で売ってるニッパー。一応こちらパッケージにプラモデルの製作などって書いてあるんですけど、プラモデルで使うにはちょっと使いにくい形状となっております。それがこの刃の部分。ここがちょっと平らになってなくて、ちょっと奥まってるんですよ。なのでパーツギリギリにニッパーを当ててもゲートをきれいに切り取ることができない形状になってます。それでは実際にこちらのパーツを切り出してみましょう。まずはこちらの細いゲート部分を切り取ってパーツを切り出していきます。
ちょっと刃が太いので狙ったところをピンポイントで切りづらいですね。はい、パーツを切り出してみるとこんな感じ。ゲートがぐちゃっと潰れてしまいますね。それでは残ったゲート跡を2度切りで切除していきましょう。なんですけど、やっぱり刃の裏面がこんな風に平らではないので、こちらの110円のニッパーではこれがちょっとギリギリの処理となってしまいますね。ちなみにランナーを切った時の断面はこんな感じ。横から見てみてもプラスチックをもぎ取ったような形になっていて、ちょっと綺麗な断面とは言えませんね。はい、続いてこちら、バンダイから発売されているエントリーニッパーというものです。お値段はだいたい800円ぐらいのものとなります。それではまずはエントリーニッパーを使ってランナーからパーツを切り出してみましょう。はい、こちら刃は分厚いですが、裏面も平らになっているので結構狙った箇所を切り取りやすいです。はい、パーツを切り出してみるとこんな感じ。それでは2度切りでこちらのゲート跡も除去していきましょう。はい、切ってみるとこんな感じ。先ほどの110円のニッパーと比べるとだいぶ切りやすいですね。ただ切断面はあんまり綺麗ではないんですけど、ここまでゲート跡を処理できれば、あとはデザインナイフかなんかで整えてやればかなり綺麗になると思います。はい、それではランナーも切ってみて断面を確認してみましょう。だいたい刃の真ん中ぐらいで切ります。先ほどの100円のニッパーと比べるとだいぶ断面は綺麗ですね。ただやっぱりどうしてもね、太いものを切ると白くなってしまいます。横から見るとこんな感じ。ちょっとだけ角が立ってる感じですね。最後、タミヤの先細薄刃ニッパー。こちらでランナーからパーツを切り出してみましょう。同じように刃の真ん中ぐらいでゲートを少し残すように切ります。そしてゲートの切断面はこんな感じ。めちゃめちゃ綺麗ですね。まるで温めたナイフでバターに刃を入れるかのごとくニューンと切れます。そしてパチンと切れる感じじゃなくてサクサクサクと非常に抵抗感なく切り出すことができます。残ったゲート跡も切除していきましょう。はい、切った断面はこんな感じ。言わずもがなめちゃめちゃ綺麗ですね。裏面もこんな感じ。ちなみに先ほどのバンダイのエントリーニッパーと比べてみるとより違いがわかるんじゃないでしょうか。右にある方が先細薄刃ニッパーで切ったやつです。はい、最後にランナーを切ってみて切断面がどうなるか確認してみましょう。刃の真ん中ぐらいにパーツを持ってきてサクンと、はい、こんな感じ。どうしてもね、ランナーみたいな太いものを切るとちょっと真ん中の方が白くなってしまうんですけど、横から見てみてもかなりまっすぐに切れてるのがわかるんじゃないでしょうか。先ほどのバンダイのエントリーニッパーと比べてみるとこんな感じ。滑らかに切れたのでやっぱり切断面が綺麗ですよね。なんか変な角も立ってないですしね。てな感じでタミヤの先細薄刃ニッパーめちゃめちゃ使いやすい、そして切断面が綺麗な仕上がりになります。以上、他のニッパーとの比較検証でした。最後に耐久性とメンテナンスについて少しお話しします。まず耐久性なんですけど、ぶっ壊れるまで使ってないので状態の確認って感じで見てほしいんですが、こちらの私のニッパー、これはだいたい2年くらい前に買って使用頻度も高く結構ハードに使ってますが、状態はこんな感じ。もちろんプラモデル以外のものは切ってないので刃こぼれもしてないですし、全然まだまだ使えそうです。こちらのグリップも新品の時と同じで特にベタつきは感じません。
そしてメンテナンスなんですけど、可動部分とか表面にこちら自転車で使っている防静剤、潤滑油みたいなものを使っています。はい、こちら自転車の防錆や潤滑のチェーンとかにスプレーするオイルですね。実は私、プラモデル以外にも自転車とかバイクとか二輪の乗り物が大好きでして、金属の防錆びするんだったらこれで同じような効能があるかなと思って使ってます。特にこの油使ってて不具合は起きてないんですけど、スプレー缶タイプなのでブシャーっと出てくるんですね。なのでティッシュとかにブシャーっと出して、その出したやつを綿棒とかでちょんちょん塗ってるんですけど、正直ニッパーとかでちょっと使うには若干使いにくさがあるので、宝山っていうメーカーから出てる防静油 Z216 ってやつをおすすめします。宝山っていうメーカーはプラモデル専用の工具のメーカーではなくて、工場とか電気工事とかそういった現場で使われることの多い工具を作ってるメーカーです。こちらの防静油、瓶の形状が倒れにくくて、しかも 30ml と結構容量もあって値段も安いです。某メーカーの1500円ぐらいするオイルを買わなくても、こちらの方が瓶が倒れちゃうとかいう事故も少ないと思うんで、これをおすすめしておきます。実は私も別の研究所で使っております。一応下に Amazon の購入リンク貼っておきます。以上、耐久性とメンテナンスについてでした。タミヤの先細薄刃ニッパーの魅力について語ってきましたが、いかがでしたでしょうか。要点をまとめると、先が細くなっているので狭い箇所にも刃が入りやすい。そして薄刃になっているので切れ味が良く、パーツの切断面が綺麗になり、剥化も起こりづらいというニッパーです。プラモデルを始めたての方にとっては、ニッパーに3000円くらいかけるのってちょっと躊躇すると思うんですけど、消耗品じゃないので、一回買ったらその後ずっとこの快適なニッパー作業を楽しめますんで、早く買っとけばよかったなーってなることを間違いなしです。メンテナンスもしっかりすれば孫の代まで使えるかもしれません。ちょっと言い過ぎでしたかね。そして言い忘れてましたが、こちらのタミヤの先細薄刃ニッパーに被せるキャップは付属していないので、自分で何かしらのものを用意する必要があります。私が使ってるこれは究極って書いてあるんで、ご存知の通りゴッドハンドのニッパーカバーなんですけど、100均に売ってるこれ、確か化粧品用のコーナーにあったと思うんですけど、爪切りニッパー用のカバーとして売られてたこれ、こちらちょっとパツパツなんですけど、ギリギリはまります。一応こうやってパチンと止められるので、工具箱の中でキャップが外れてるっていうこともなさそうですね。これらをつけることによって怪我の防止、あとは工具箱かなんかに入れて持ち運ぶ際の傷つき防止、空気中のホコリとかもつきにくくなりますので、汚れや錆防止の効果もあります。何でもいいのでニッパーカバーをかぶせておくことをおすすめします。タミヤの先細薄刃ニッパー、今後も使い続けていくこと間違いないです。はい。ってことでそろそろ動画を締めましょう。このチャンネルではガンプラをはじめとしたプラモデルに役立つ情報や全塗装動画をアップしております。最近ちょっと全塗装の動画上げれてないんですけど、パーツ数の多いプラモデル塗装に取り掛かってしまったがために、ちょっと時間がかかっております。もう少々お待ちください。そしてこの動画が面白かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所。